私ね、ここが一番狙い目だと思うんですよね。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、12月19日から31日までの間、ユニクロさんが年末祭というものを開始いたします。それでね、この間も感謝祭があり、年末祭がありで、年明けには新年祭と、ちょっとえげつないんじゃないですかみたいな話をしてたんですけど、いやそれは置いといて、今の時期だからちょっとこれは今買わなくていいんじゃないっていうようなところを正直にお話をしていきたいと思います。はい、もちろんね、色の話とかもね少し交えてお話をしていこうと思いますので、来年はどんな色がいいのっていうようなところなんかもチロリとお話ができたらと思います。最後までご覧いただいて、面白かった、ためになったと思っていただけたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。はい、それではどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。はい、私も今日ね着ておりますけれども、極暖ヒートテックカシミヤブレンドタートルネックティー、はい、なんと前日18日まで1990円ということで、19日からは元に戻ってしまうっていうのもあるんですけれども、次に行きましょうね。はい、ヒートテックブラタンクトップ、これも18日まで、シームレスダウンショートジャケット9990円、これも18日までですね。はい、この間私島村さんでね、1桁少ないダウンジャケットを全く同じような雰囲気のものを購入してきましたけれども、はい、ダウンを買うんだったら今なんだろうなっていうところがありますけれども、はい、19日からどれぐらいの金額に下がっているのか、元に戻るのかどうなのかっていうところもちょっと見どころなのかなっていうふうに思います。私はね、そんな中、もし今から買われるんだったらショートジャケットよりもこのパフテックの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。インナーのそのダウンなんかを買われるのが私はいいのかなっていうふうに思います。はい、メリノウール、限定、これも18日までって書いてありますけれども、カシミヤは多分今回安くなるのかならないのかっていうところもありますし、フリースもね、多分もっと安くなりますね。1290円ぐらいまでいくんじゃないかなと思います。はい、そしてスマートウォームパンツ、私ねここが一番狙い目だと思うんですよね。これも18日までっていう風になってますが、ちょっとウォームパンツを見てみましょう。暖パン、暖かさを履いて出かけよう。私ねユニクロさんの暖パンは、2つぐらい持ってるんですけれども、結構ねヘビロテなんですよね。家で履いているこういうトレーニングパンツみたいな感じの暖パンと、それからデニムの暖パンを履いてるんですけれども、ウォームストレッチパンツ、この辺なんかがね下がるんじゃないかなと思うんですよね。でラインが結構綺麗なんじゃないかなと思って、ちょっとパッと見大きそうに感じるかもしれないんですけれども、私たち中に結構タイツ履いたりとか、する上ではこれぐらいちょっとゆとりがあるものの方が、いいのかなっていうふうに思います。パンツのラインのトレンドっていうのがね、ちょっと太いものから徐々に今フィットしているようなものっていうのが出てきているんですね。で、ブーツを履いたりとかっていうパターンになってきてて、あとねどういうところからそれをねチェックしてるかっていうと、海外のメディアとかなんかを見てると、やはりだんだんね細いパンツに移行してるっていうのももちろんあるし、もういい加減ちょっと太いパンツはいいなっていう秋っていうのもちょっとあると思うんですけれども、かといってじゃあピチピチだとちょっとねっていう方には、これぐらいのウォームストレッチパンツなんかがすごく楽ちんプラス、はい、こんな感じでファスナーのポケットになってたりっていうのもありますので、はい、見た目がすごく綺麗であり、こういうねドロストがついていたり、ドロストも中に入れれば、目立たないというようなところもありますので、カラーがブラックとダークグレーと、それからナチュラル、そしてネイビーとありますので、これぐらいのねベーシックカラーが揃っていると何でも履きやすいのかなというふうに思います。これがね4990円が1000円ぐらい下がっていきそうな雰囲気もありますね。そしてウォームフリースベストセラーって書いてありますね。これねウォームフリースストレートパンツ、これ一部値下げされてますけれど、ちょっとだけさっきのパンツよりもフレアが効いてるというかストレートなんだけども、ちょっと裾がねなんていうかしら広くなっているっていうようなもの
でベストセラーなんですね。私は、今回できたらこちら側の、ウォームストレッチパンツの方をおすすめしたいと思います。なんでかっていうと、パンツのその幅、足元をご覧ください。このパンツの幅が下手するとちょっとね、パンツって難しくって短めのものをね選んでしまった時に足が短く見えたりとかするんですよね。ここちょっと難しくって、でちょっと長すぎるとやぼったいっていうような感じにもなりかねない、でこちらのウォームストレッチパンツの方がちょっと丈が長かろうがちょっと短かろうがあんまり気にならないんですよね。このようにちょっと白いスニーカーを履いちゃってたりとかすると、このね裾のたるみが気になったりとかもしますけれど、あえて、これぐらいの細めなんだけど少しだけゆとりのあるようなところをちょうどいいような、私はパンツの幅だと思いますので、ウォームストレッチパンツちょっと私は狙い目かなと思います。さあ続きまして、ここら辺だとちょっとだいぶカジュアルになってくるんでしょうかね。暖パンの暖かさラインナップということで、ウォームスマートパンツ、ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツ、ウォームフリースストレートパンツ。私が履いているのが多分ストレッチレギンスパンツのタイプの、デニムのものなんですね。でウォームスマートパンツだったりとか、ウォームストレッチパンツ、ヒートテックボアスエットパンツ、ウォームスマートパンツぐらいの幅、それからウォームストレッチパンツぐらいの幅感がおすすめかなっていうふうに思います。ブラッシュとジャージーパンツ、ワイドパンツなんですけれども、ご覧ください。このね雰囲気は悪くないし絶対あったかいんですよ。これはわかるんですけれど、多分このあたりもね安くなるとは思います。ただご覧いただいてね、この裾のところご覧ください。靴との差がある関係でちょっとねやぼったく見えかねないんですね。でもうちょっと丈が長いとこの人多分もうちょっと素敵なんだけれど、なんかねこの足元注目っていう感じなんですね。これぐらいの長さまであるといいんですけれどね。ブラッシュドジャージワイドパンツ、うまく靴合わせ、それから丈合わせっていうものが必要になってきます。特にブラストジャージワイドパンツって元々のタックワイドパンツよりも自圧なところがあるので、自圧だからこそこういう風にねパンツの裾の角が立つって言ったらおかしいのかしら、馴染まないんですね、足に。だから余計ちょっと靴に合わせた時に洗練されてない印象というものを与えてしまいます。ここがねこの角の部分が目立ってしまうっていうところが余計にそれを感じてしまいますのでご注意ください。パフテックの、コンパクトベストが、1,2,3,4 種ありますよね。この辺りはねもうすでにもう値下げになってますけれども、この辺りはもう長くお召しいただけますので、この時期に購入しておいた方がいいでしょう。いつだったか佐藤ちんとねカーディガンのコートの中にこういうのを着るといいよなんて話をさせていただいてましたけれども、本当はねこれのね長いのがねあるといいんですよね。前、セオリーとユニクロさんのコラボの時のロングベストがあったんですけど、こういうのをねちょっとユニクロさん出されるといいんじゃないかなと思います。ロングカーディガンの中に着れるようなものをちょっと出してもらいたいんですけれど、ユニクロさんぜひちょっとご考慮いただけたらと思います。というわけでこのパフテックコンパクトベスト、あたりを私はおすすめしたいし、このパフテッククロップドベストなんかも可愛いですよね。さっきのちょっと白いシャツを中に着て、ちょっと短パンのパンツと合わせていたちょっとレイヤードを効かせたスタイルっていうのもねおすすめしてましたけど、クロップなんだけれども長めの、ミニワンピース、ニットのワンピースを着てその下に短パンを履くみたいなのもいいと思いますし、要はね全体的にダボッダボッダボっていうような状態の雰囲気ではなくって、年末祭にする話じゃないのかもしれませんけれど、とにかく寒いからって言って長いものを全部着るんではなくて、あったかくするんだけれども長いものと短いものを混在させて、リズムをつけてコーディネートをするっていうのはねすごくおすすめしたいと思います。でねパフテッククロップドベストなんですけれど、これはオリーブのカラーももちろん綺麗だし、結構ね色が4色ありますけれど、次ナチュラル、
ナチュラルというかオフホワイトですね。ここでちょっと来年のカラーの話をしましょう。白が来てるっていう話があります。また改めて、今度来年の、トレンドっていうものをね、また別動画でお話をさせていただこうと思いますけれど、はい、オフホワイトこの辺りがね結構来てますので、これからアウターを購入される方、オフホワイト狙い目です。いや五十嵐さん、白いものって汚れるじゃないってお思いでしょう。いえいえいえ、もうあまりにもね黒い時代、濃い色のものの時代が続きすぎました。ですのでね、新春からは白っぽいものを着るみたいなね、年末からでももちろんいいんですけど、白っぽいものを着るっていうものもねぜひ頭の中に入れておいていただきたいなと思います。はい、なので、パフテッククロップドベストもおすすめします。そして、ブラックですね。ブラック、そして次がオレンジですね。オレンジなんかもいいと思います。ただこの色はね、オータムさんなんかにお似合いになる色なので、お似合いになる方にはいいですけれども、ちょっとね難しい色でもありますのでご注意いただけたらと思います。はい、なわけでね、私はねやっぱりねベスト、今も私ジレ着てますけれども、これはボンボンエショコラのねハンサムジレですけれど、この取り外しが効くこのねフリルが取り外し効くものですけれども、なんだかんだ言ってねジレって襟がついてるついてないいろいろありますけれども、汎用性が高くて長く着れるっていうところがあるので、ある意味でユニクロさんって割と同じようなものをずっとね出されて、ちょっと雰囲気、こういう例えばクロップドベストだったら縫い目がねちょっとシームが斜めになってたりとか、いろんな柄にしてみたりとか、いろいろそういうね手を変え品を変えというところありますけれども、基本的にベーシックなものを出されてるっていうところがあるじゃないですか。はい、でそういう意味ではベーシックなものを、ユニクロで買い、例えばこういうようなものだったりとかね、買いでプラスアルファ、こういう、他のブランドのものをなんか入れてみたりとかっていうことをしていただきたいと思うんですけど、ベースとしてはこういうね、長く着れるもの、ユニクロさんでもそう、他のブランドでもそう、長く着れるもの、そしていろんな着こなしができるものっていうのを、私自身も皆さんにご紹介したいし、作っていきたいなっていうふうに思っています。はい、というわけでちょっと自分の方に画伝飲水してしまいましたけれど、はい、ベストのお話、ダウンの話もさせていただきました。でもねダウンもねいろいろこうやってね、リサイクルハイブリッドダウン、ジャケット、こんなね綺麗なね、ワインカラーって言ってもちょっとバイオレットに近いようなね綺麗な色を出されてたりとかね、これほらコラボのやつですよね。同じ柄じゃなくて途中で少し四角の大きさを変えたりとかね、腕のところだけ、横のシームがついてたりとかっていうね、なかなかこういうちょっとやっぱりねユニクロさんがいろいろなところとコラボをしてくださることによって、いつものユニクロじゃないっていうようなところの、ダウンができてきてるのかなとも思うし、もちろん色もねいろんな色を出される。ここはブラックとオリーブ、オリーブブラックは通常ですけど、このワインカラーっていうのはなかなかねおしゃれなんじゃないかなと思いました。ワインカラー難しいんですけどね、これぐらいのバイオレットぐらいの色であれば本当に、いいと思います。そしてハイブリッドダウンジャケットね、はい、これも復活してねやっぱりまだ人気がありますよね。これもいくらぐらいまで下がるんでしょうかね、楽しみです。はい、あとは結構またね長いコートも今人気が出てき始めましたね。一時ちょっともう古い感じがあったんですけれども、はい、長めのコートが出てきています。ウルトラウォームダウンロングコートあたりはちょっと薄手になってたりとかするのでね、結構使い勝手がいいんじゃないかなって。でもこれぐらい長いと、雪国の方ももちろんいいし、この辺りがね、布団と言われかねないんですけれども、はい、私白おすすめですね。ちょっとやっぱりこれ自圧ですね。これじゃない方がいいかな。はい、パフテックロングコートリラックス、こちらかな。この辺りがね、ちょっと安くなると19,000円ですけど、この辺りがね多分安くなると割と長く着れると思うし、はい、ワンピースっぽく着こなしていただくのもいいのかなっていうふうに思いますが、いかがでしょうかね。もうちょっとこのカラーがねダークブラウンとかブラックとかオリーブとかよりももうちょっと綺麗な色を出していただけると、19,000円のコート、パフテックコートが、こういうね年末祭とか新年祭で、安くなってる時にちょっとトライしやすいじゃないですか。ちょっとね明るい色を出していただきたいなと思います。
あとはちょっとこのコートあたりを買われるのが、特にユニクロ C のコートだったりとか、それからね、あとはジャケット系を購入されるのが今の時期安くなってたら購入されるのがいいのかなと思います。この間ねちょっと、感謝祭ではね下がってなかったんですよね。感謝祭意外と下がってないもの多かったなっていう気がするので、この年末祭と新年祭では、前回下がってなかったもの、あとはコトニエさんとかあの辺りがちょっとね下がってると狙い目かなっていうふうに思います。ダブルジャケット、ツイードジャケット、今これ5900円で今値が下がってるんですね。ずっとこのままいきますね。じゃあね新年祭までね、この辺りは狙い目でしょう。もともとねやっぱり綺麗な作りなので、それが5990円で買えるっていうのはこれはなかなかだと思います。もう一回ちょっと今まで見たところでおすすめするものをまとめてみたいと思います。まずはパンツでしたね。ダンパンでしたね。はい、ダンパンがおすすめですよというところで、特にスマートパンツだったり、特に私が一番おすすめしたいなと思ったのがウォームストレッチパンツがいいんじゃないかなという話をしました。はい、で下手にブラッシュドジャージーパンツに行ってしまうと、ちょっとだけパンツの裾が広がる、張って広がって落ち感がない関係でちょっと洗練されて見えませんよというような話をしましたので、履きやすいけれども、できればもうちょっと落ち感のあるパンツを選んでいただくといいんじゃないかなという話をさせていただきました。そしてダウンのところに行きまして、ダウンはシームレスダウンとかよりもウルトラライトダウンだったりとか、あとはパフテックの方がより長く着れますよというような話をさせていただいていました。リサイクルハイブリッドダウンジャケット、このコラボのやつも色が綺麗だよねっていう話をしましたし、パフテックロングコートリラックスフィットあたりが下がるんだったら結構ね軽くって長く着れますよっていう話をしました。そしてコート類とそれからジャケット類は C のものをちょっとねやはり今5900円とか下がっている時に購入されたらいいんじゃないのって話をしつつ、それから、パフテックパーカーのベスト、袖のないタイプのものをおすすめさせていただきました。特に、はい、白い色の、ものがこれからトレンドのカラーにもなってくるしいいんじゃないという話もさせていただいています。はい、こんな感じでね、はい、ダンパン、それからアウターでも、ちょっと長めの薄いパフテックのものはいいけれど、もしくは、袖のないベストはいいけれども、色にも気をつけたいし、それから長く着れる汎用性のあるものを選ばれるといいですよということをお伝えさせていただきました。はい、いかがでしょうか。今日私が着ているものは先ほどお伝えしました。はい、もう本当にヘビロテのカシミヤブレンドタートルネックティーでございます。はい、ダークグレー、そして、ボンボンエショコラのハンサムジレのモカブラウンを着ております。私は L サイズを着ております。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。19日から、年末祭、はい、始まりますので、ぜひねこの機会だけしか安くなってないものもありそうですので、チェックを怠らないように、していただけたらと思います。というわけでまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。